はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月前半のタロットリーディングをさせていただきます。星の解説も踏まえてやっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。最後はまたオラクルカードも引いてみたいと思います。お願いします。あとお知らせなんですけれども、私の方で星のことが好きとか星の情報を知りたいなとかタロットが好きという方の、メンバーシップをやっています。ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。毎月月末に翌月のね星の流れ解説を、LINE でお送りしていますので、これは無料でお送りしていますので、ぜひ LINE へのご登録もお待ちしております。ではお願いします。5月です。何かねこう4月の前回の時にいて座の皆さん始まるよって感じだったので、始まったよっていう方も多いんじゃないでしょうかね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。5月前半です。ザ・スター、星の逆、そしてペンタクルス10、ペンタクルスのページ、そしてカップの4逆、そしてソード3、ソード7、カップキングですね。はい、気をつけることや対策は、デスの逆1、死神逆1とカップ7、そしてオラクルははい、ペンタクルスの7ですね。なるほど。ちょっと星の解説先にさせていただくんですが、この5月の前半っていうのは日常生活を整えましょうみたいな時でして、全般的に生活が整う時なんですね。でそれが例えばなんか軽い運動とかをして健康を維持するよっていう方もいらっしゃれば、何か仕事での、役割が決まってその流れで毎日をこなしていくということで、毎日がすごく規則正しく過ごしていたりとか、新しい環境に入ってその環境で過ごす自分というものが増えてくるということで、すごく日常生活が非常にクローズアップしている時なんですね。なので日常生活の中で自分をどう整えるかとか、どういうふうに生活を整えるか、時間を管理するかっていうのがとても適した時期ということになります。そして5月の1日から火星というチャレンジするよっていうエネルギーがいて座の皆さんの場合はさらにこうチャレンジとか喜びのために頑張るとか、こうちょっと怖いけど勇気を持ってやってみるみたいなところに応援されているので、こう新しい日常生活、今のこのルーティンの中で何かやってみたいなっていうようなチャレンジ精神がこう出てくるんじゃないかと思います。これとてもいいことですよね。そういった星の動きの中でちょっとカードを見ていくわけですが、やはり今の状況のところにですね、このペンタクスの10っていうカードが出ているので、これはとってもいいカードなんですね。満たされているカードです。いろんなものが整っている。ご自身はまだ、それがどれだけ豊かかっていうことにちょっと気づきにくいかもしれません。頭の中で考えてあれこれ考えてると、状況っていうのは次々と変わっていくし、情報も流れていくのでわからないんですけども、例えば自然の中に身を置いたりとか、または自分がしっかりとこう自分自身で立って呼吸をしっかり深くして感じてみると、ものすごく豊かな種がいっぱい自分の目の前とか周りにはあるなっていうことが分かり、それは自分一人が成し遂げたことだけではないけれども、環境他の方が手伝ってくれたりとか、家族が応援してくれたりとか、たまたまいい流れに乗ったとか、なんかそういうことでこういろんなサポートっていうものがこう自分に届いて、今の自分を支えてもらってるよみたいなカードが出ているので、もしね環境が変わりましたとか、ちょっとまだ緊張していますっていう方がいらっしゃったとしても、実はすごく守られてるかもっていう意識で過ごしてみてください。でそうすることによってこれから先のね見え方はまた全然変わってきます。でおそらくこの5月もしくは4月に動いたこととか、5月に始めていくことっていうのは自分のこう理想に向かっての一歩だと思うんですけども、ただそれがまだ本当にこれがまさに理想なんだ、やったみたいな達成につながってるかというと、まだまだそうではなく、あくまでも始まりだから、もうちょうどなんかこう
船が出たとこですよねみたいな。で船がやっぱり海原に出た後っていうのはいろんな波も来るし風も来るし、こんな感じかみたいな、やってみて分かることもたくさんあるしということで、すごく少しね気持ち感情的にはナイーブになってるかなって感じがします。でも今の現状に至る、そうですね、ちょっと待ってくださいね。もしですけど今感情的になんだかなみたいな思いがあったり、思ってたのとちょっと違うなとか、何かもっとこう興奮を求めていたのにそれほどでもないっていう方はですね、ここまでやってきた自分の、段取りというか足取りをちゃんと振り返ってみてくださいねっていうふうに言われています。いろいろ迷ったりいろんな選択肢がある中で自分なりに納得して選んだ道であれば、それがそこまで面白くなかったとしても、またはそこまでこう感情的に盛り上がらなかったとしても、今はそれをこなすことによって得られるものがあるんだよっていうメッセージだと思ったんですね。ただもしご自身が頑張って動いたのにあんまり面白くないとか、なんかこれ思ってたのと違うなって思ってしまったとしたら、どうしてもなんか自分を責めたくなりますよね。なんか間違ってたのかなとか思いたくなると思うんですけど、決して間違ってないんです。今の環境の中で今星はね環境を整えるよとか生活整えるよっていう時なので、その中で自分が何を感じるか何を経験するかだけなので、自分はねあんまり責めないようにしてくださいね。すごくね周りの人の言葉やちょっとした態度やそういったものに敏感になってズキンってきたりしやすいんですけれども、もしかしてそれってすごく自分は期待しすぎていたかもしれないですよね。例えばですけど、すごいもうベタな例えですいませんって感じなんですけど、なんかちょっと見たい映画があって、久しぶりに映画館で映画見ようかなって言って映画館に行くとしますよね。でその映画館お金を払って映画を見れた、これで完結ですよね。見れた、見たい映画見れたっていう。だけどそこにものすごい期待があって、久しぶりに行く映画館だからすごく楽しく過ごしたいとか、もしかしたらそこで友達に会えるかもしれないし、素敵な出会いもあるかもしれないし、その映画を通して私はすごいインスピレーションがビビビときて、ものすごいものを作り出せるかもしれないっていうような期待がちょっと高すぎて、実際に映画を見終わった後に面白かったけど、良かったのかなみたいな感じです。でも実際はちゃんと自分がやりたいと思ったことをできているっていう状態なので、その瞬間にこの4月とか5月にそんなものすごいインスピレーションを湧いてクリエイティブになってとかいうことではなく、やっぱり時間をかけて振り返った時に自分がいかに成長していたかっていうことに気づくっていう感じがあるので、他者と比べずにやっていってくださいね。ここでどうしてもなんか自分がどれだけやってるかっていうことを自分で見ようとせずに、他者の功績や他者の人のいいところに目が行きやすいっていうふうに出ているので、そこは気をつけてくださいね。そしてその後、カップのキングっていうことですごくその中でね優しくしてくれる人はいるんだなって感じがします。今の状況を見てくれてるとかサポートしてくれてる上司の方とか先輩とか応援してくれてる人はいるよってことなので、自分が期待してるだけのね何か溢れるほどの喜びの感情を与えてくれるかというとそうではないけれども、自分がこれが欲しいと思ったものに関してはちゃんと得られますよっていうメッセージだなと思いました。太陽バーンってなんとなくダークな色のカードなので、こういうの出てくるとバーって思いますね。伊手田さんっぽいですよねこれはね。基本的にはやっぱ光に包まれてるんですね今とっても。でこれは外の例えば太陽が今日はいい天気だからいい日だねっていうだけじゃなくて、いつでも別に曇りだろうと雨が降っていようと太陽は存在していて、そのエネルギーは届いてるわけですよね。なのでいつでも自分の中に太陽があるっていうことを思い出してほしいというか忘れないでほしいなと思います。だっていつでも私たちの心臓は動いてるしね、エネルギーは活性してるわけですから、いつでも本当は太陽があるんですよね自分の中に。そしてちょっと対策や気をつけることなんですけども、ここでね再生というカードが出てます。まず気分的にはそんなに面白くないのかもしれないですねこの2週間っていうのは。だけど悪くないんです。全然悪くないんです。ここでペンタクスの10とか太陽とか出てくると、
めちゃくちゃ恵まれているんですけれども、ご自身でその感情的な喜びを求めすぎるがゆえに、あれなんか面白くないなっていうふうに思いがちです。ここでもカップの7が出てるので、なんかあれこれすごく想像している。で想像しているもののがどれが花開くんだろうとか、どれがいいんだろうって思っているっていう感じのカードが出ていて、まだこれから未知ですよってことですからね。今この2週間自分自身を整えて、生活を整えてやっていくことで見えてくるものがあるわけだから、今は未知の可能性がまだ眠っているっていう状態です。そして死神の逆っていうのは本当に再生というものなんですけれども、このデッキから感じるものっていうのは、古い自分の自己イメージを壊そうとしている最中っていう感じですかね。古い自分の自己イメージで自分を縛っているところはないですかみたいな感じがあります。せっかく新しい環境になったとか、何か新しいことが始まったとか、新しい人と知り合ったとかっていうのはあるんだけど、無意識的に自分を殻の中に閉じ込めたりとか、いやまだまだ自分はこれなんでって言って、こう殻の繭の中にこう埋もれながら、他者からは見つけてもらいたいとか、他者からは声かけてもらいたいっていうふうに期待してるかもしれないんですけど、今その繭をねこう破って再生しようとしてるところですねっていう風なメッセージだと思いました。そしてオラクルがペンタクスの7なので、やはりペンタクルスっていうのは本当に価値あること、お金だったりとか実績だったりとか、自分がやってきた形跡とか、そういう価値あるものをしっかりとやってきてるんですよと。だけどなんだかそれが気に食わないみたいな感じのカードなので、今やってることがもしもそんなに納得しないなとか、そんなに感情的に満たされないなと思ったとしてもね、でも十分やってるよっていうのを、カードは伝えてくれてるなというふうに思いました。ですのでこの流れを皆さんのねお仕事とか気になることに置き換えて捉えてみてください。一番感じるのは、要するにせっかく夢の一歩を踏み出したのに、その感情の満足感が期待値ほど高くないからどうかなって言っているけれども、その現状を通して自分の昔の自己イメージを壊そうとしてたりとか、他者と比べない本当のその自分っていうものを見ていってる最中だよと。もうちょっと進んでから振り返った時に自分がいかに成長しているかがいかに自分が成長しているかに気がつくよっていうふうに言われているので、焦らないでくださいね。最後にちょっとねオラクルカード引いてみたいと思いますって言ってもう飛び出したから、これかな。コンシャスステップということで、意識的な一歩を進んでいくんですね。皆さんもこのカードを見て何か感じることがあれば、受け取れるものがあれば、皆さんの直感でね受け取っていただいたら、それもメッセージだと思います。これもとてもね願っていたことやずっと待っていたものとか考えていたものに対して一歩を踏み出すよっていうことがあるので、もう一歩踏み出してると思うんですけど、もしかしたら今のこの状況の中でさらに一歩踏み出せるかもしれませんね。火星のね勇気とかチャレンジっていうのもいて座の皆さん応援してますから、何かしら楽しい一歩を踏み出せると思います。ということでここまでにしておきます。今回もありがとうございました。次回また5月の中旬ぐらいに後半のものをアップしたいと思います。ということでいい時間をお過ごしください。失礼します。